強く願ったはずなのに、現実が動かない。それは、潜在意識が別の波動を選んでいるからです。豊かになりたい。理想の人と出会いたい。もっと自由に生きたい。そして、それを強く思い描いたり、アファメーションを書いてみたり、ポジティブな言葉を心がけてみたり。でもなぜか、現実はあまり変わらない。むしろ、願えば願うほど、遠ざかっているように感じることさえある。それは、あなたの思考が間違っているのではなく、本当に現実を動かしているのが波動だからかもしれません。思考よりも深い場所、言葉ではなく感じていること、そして潜在意識が本当のあなたとして受け取っているエネルギーの質。この動画では思考ではなく波動で現実が動いていく理由と、潜在意識がその波動をどのように現実へ映し出しているのかをスピリチュアルな視点で優しく解説していきます。どうぞリラックスして心の奥に響く感覚をゆっくり感じながら聞いてみてくださいね。第1章、思考と波動の違いとは。私はこうなりたいと思考で願うことと、私はこうあると感じている波動には実はとても大きな違いがあります。思考は言葉やイメージとして頭の中で浮かぶもの、表面にある考えの層です。例えば、私は幸せになりたいと考えるのは思考の領域です。一方で波動はもっと深いところ、つまり感じていること、信じていること、無意識に漂っている空気感のようなもの。幸せになりたいと思いながら、心の奥では私は幸せにはなれないと感じていると、潜在意識はその幸せになれない波動を現実に反映していきます。スピリチュアルな言葉で言えば、宇宙はあなたが放っている波動に反応しているだけなのです。だからこそ、思考でどんなにポジティブな言葉を並べても、波動が不足、不安、我慢に傾いていれば、それが現実に映し出されてしまいます。思考ではなく波動を整える、ここに願望実現の鍵があるのです。次の章ではその波動を受け取っている潜在意識がどのように現実を作り出しているのかを見ていきましょう。第2章、潜在意識が現実を作る仕組み。皆さんが日常で使っている意識は全体のたった 5% ほど、残りの 95% は無意識のうちに働いている潜在意識だと言われています。この潜在意識は思考のように論理で判断することはありません。これは正しい、これは間違っていると分析するのではなく、その人が感じている波動をそのまま現実として再生しようとします。例えば、私は豊かになりたいと思っていても、心の奥でお金は怖い、受け取る価値がないと感じていれば、潜在意識はそちらの波動を現実化の設計図として受け取ってしまうのです。言い換えるなら、潜在意識はあなたの言葉ではなく、今の波動を信じて世界に反映しているということ。だからこそ、思考で変えようとするよりも、感じている波動を整えることが人生を変える一番の近道になります。あなたがどんな波動を持っているか、それはあなたの現実がいつもそっと教えてくれているのです。次の章では、願いが叶わないと感じる時に起きている波動のズレについてお話しします。第3章、引き寄せがうまくいかない理由。引き寄せの法則を実践しているのに全然うまくいかない。そんな風に感じている方はきっと少なくありません。それはあなたの努力が足りないからではなく、思考と波動がずれているだけかもしれません。例えば、素敵な恋がしたいと願っていても、心のどこかでどうせ愛されない、また傷つくかもしれないと感じていると、潜在意識はその不安や疑いの波動に反応して似たような現実を引き寄せてしまうのです。表面では望んでいるのに、内側では叶っていない前提で願っている。このギャップこそが
引き寄せを遠ざける最大の原因なのです。だからこそ、叶えるために強く願うよりも、もう叶ったように感じることが波動の調和を起こします。現実を変えようとするより、今の自分の波動を満たしてあげること。そこから自然な引き寄せは始まっていきます。次の章では、その波動を整えるための毎日の中で実践できる3つの習慣をご紹介します。第4章、波動を整える3つの習慣。波動を整えるというと、特別な修行や深い瞑想が必要に思えるかもしれません。けれど実は、毎日の中でほんの少しの意識を変えるだけでも、あなたの波動は静かに整い始めます。ここでは、誰でもすぐにできる3つの習慣をご紹介します。1つ目は、朝の目覚めに、今日は心地よく過ごすと意図すること。現実を動かすより、まず波動のチャンネルを選ぶ感覚です。2つ目は、願いを思い出したとき、まだ叶ってないではなく、もう始まっていると思ってみること。その感覚が現実との距離を近づけてくれます。そして3つ目は、不安や焦りを感じたときに、今の私の波動はどうかなと優しく問いかけてみること。否定せず、判断せず、ただ感じてみる。その波動への意識こそが、潜在意識を緩やかに書き換えるスイッチになります。波動は、どうあるかの積み重ねで整っていきます。あなたがほんの少し、自分を心地よくすることを選んだとき、現実もまた、その波動にふさわしいものへと変わっていくのです。次の章では、思考を超えた引き寄せが始まるタイミングについて、お話ししますね。第5章、思考を超えた引き寄せが始まるとき、願望実現のプロセスは、強く思ったときよりも、ふと手放したときに動き始める。そんな経験をしたことはありませんか？それは、あなたの波動が不足から安心へと変わった瞬間。叶えようと頑張っていた波動から、もう受け取ってもいいと緩んだ波動へと切り替わったサインなのです。思考で、あれこれコントロールしようとしているうちは、潜在意識はまだ叶っていない前提を受け取ります。けれど、ふとした瞬間に心が軽くなり、もうどうでもいいかも、なんとかなる気がする。そんな感覚になれたとき、波動が一気に整い、現実が動き出す準備が整います。これは諦めではなく、信頼に近い感覚。思考を手放し、波動が自然と満ちてきたとき、宇宙の流れがスムーズに入り込んでくるのです。だからこそ、何かを強く願い続けるよりも、もう、その願いは向かってきていると感じること。その波動が、思考を超えて現実を変えていく鍵になります。次はいよいよ最終章です。あなたがこれから現実を変えていくために、最も大切な視点をお伝えしますね。最終章。波動は、あなたの現実の設計図。あなたの現実はいつもあなたの波動を映し出しています。どんな思考を持っているかよりも、どんな感情で過ごしているか、どんなエネルギーを放っているか、それが未来を形作る設計図になっているのです。だからこそ、無理にポジティブでいようとしなくても大丈夫。落ち込んだ日があっても、自分を責めなくていいんです。ただ、自分の波動に気づき、そこに優しく意識を向けてあげること。その小さな積み重ねが潜在意識を整え、やがて現実をも優しく動かしていきます。頑張って変えるのではなく、整ったから変わるという自然な流れ。思考を超えた願望実現は、あなたが安心の中にいるとき、リラックスしているとき、そしてもう受け取ってもいいと自分に許したときに始まります。私はレアリアです。あなたの波動が優しく整い、心地よい現実が少しずつ訪れていきますように。このメッセージが少しでも心に響いたなら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また、
あなたの感じたこと、気づいたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。